バラモスにリベンジする動画始まるよ。先日エティックくんが Castlevania Anniversary Collection を無料配布してくれまして、収録ゲームにドラキュラくんが入ってまして、これはもうクリアするしかねえと、そんな感じでゲームを始めてまいります。ということで導入部をサクッと見ていきましょう。月兄貴に異変が己ガラモス。はてさて、ドラキュラくんの冒険が始まります。なお、今回は BGM をそのまま流してみます。主に私が聞きたいからです。それでは、棺の前からスタートです。BGM をよく聞くと、原曲のアレンジですね。貯めると顔がクワってなるの好き。貯め攻撃で敵を倒すとコインが出現します。後で役に立つので貯めと言ってるそばからコインを無視するガバ勢。このステージ、最大の難関は抜けました。さっきの3名のトゲトゲは危険なんですよね。油断していると命を落とすこともあります。攻略法は止まらずに右に進む、です。勇気を出して試してみてください。序盤の難所を抜けたので復活シーンを流しますで、しばらく見どころさんもないので、早速の倍速。爆付きのハートは体力の上限が増えます。ガバ勢のハートはいくらあってもいい。まあ、最大値は5つなんですけどね。コインを集めてたら、ジュジュに交代するやつ。ドラキュラくんが、いて、と言いましたね。ファミコンのゲームで喋るのは割と珍しい。まあ、萌えクロも喋りますけどね。キョンシーは動きに惑わされないように、落ち着いて地上で対処すればよい。相手に合わせてジャンクすると外しがち。発射方向ババ。フランコ、レーサーミニ四駆、ジャパンカック、フランケンシュタインは科学者の名前だそうで、皆さんがイメージする怪物の方には名前がない。そんなことをつい最近知りました。さて、記憶に残りやすい時計ギミックです。乗れたら動かないようにしましょう。不安定な足場と錯覚し、動くと逆に落ちます。ドラキュラくんの体感を信じろ。上に打ち損ねる痛恨のミス。この終盤は割と難しい、コウモリの出現パターンを覚えましょう。そして、地面の色が違うところは打ちます。ここは冷静に対処したい。体力を回復して、いよいよボス戦ですね。最初だから、同じぐらいのスタケなのかな。弱い、対戦ありがとうございました。これで終わるはずがない、真打ち登場、でかい。ボス名は、魔導士さん親子、だそうです。魔法を使ってきましたね。上にも打てることを思い出すガバ勢、親もそんなに強くはなかった。まあ最初のステージですし、対戦ありがとうございました。新たな技、ホーミングを覚えました。追尾は緩めですが、一度に5発打てて使いやすい。連続使用すると、弾数減りがち。この網だくじのアナウンサー好き。一見コースを選べそうに思えますが、ランダムで枝が増えるので結局運任せです。まくってカンカンですね。スカートをまくって泥バースの色を当てるという、現代社会では問題になりそうなミニゲームです。一応、結果だけお伝えします。残機が2つ増えました。ロマージが少ない。雲の上から再開です。早速ホーミングを使ってみる。適当に、ばらまくだけでいい感じ。弾速が遅く、リレーで奥の敵に当たることも、その結果、コインが回収できなかったりもするけど。雲のセクションを抜けて、建物のセクションです。油断すると、ここで命を落としやすいので注意。この観覧車は動きを覚えましょう。乗ったらしばらく待機。ここで飛び移りたいけど我慢します。一番上まで来てから飛び移りましょう。着地地点が固定され、狙いを定めやすい。ここは動きに合わせて真上に飛ぶ。このまま先に進みたくなりますが、ガバ勢は安定を取ります。一旦降りて。ハートを最大の5まで上げます。ここは観覧車が忖度してくれます。
出現位置は固定なので覚えましょう。あとはさっきと同じなので倍速。なお、ハートの最大値は残機を失っても維持されます。つまり、安心して頑張ることができます。ぐるっと回って、ようやく先に進めますね。ここから先は、このゲームで一番楽しいセクション、かも。なんか乗り物がありますね。ジャンプしなくても乗れます。乗り物の前方へ行くと、勝手に発進。レールがついてる。これはジェットコースターですね。海外ではローラーコースターと呼ばれています。加速します。なぜか私はホーミングを装備していません。亀さんを破壊しながら進む。結局コインは回収できないので、回避でも OK。さあ、難所の風神雷神が登場であります。タスさんがノーマルショットで倒してたのを真似した結果、見事に外していく。ため打ち外しすぎ問題。雷のエイムが的確なんだよね。危ない。風で落とされそうになる。3連リードの3つ目に乗ってしまいました。ドラキュラ君のダイブも届かず、無念。最初からやり直しですが、ハートは5つのままです。先ほど油断するなと言ったのは、こういうことです。意外とシビアな高さ。今回はホーミングで本気モードです。絶妙なコンビネーションを受けて落ちるガバ勢。風がなければ立ってたと思われるが、完全に集中力が切れてるんだよね。雲の上で魔女を対処してから飛び移らないと。いつの間にか残機が乏しくなって、一番戸惑っているのは私なんだよね。次こそこの難関を突破してみせる。このセクションですが、明らかに処理落ちします。本作を移植した M2 という移植に定評のある会社がですね、しっかりと処理落ちまで再現してくれているので、私はファミコンでプレイした時の記憶を思い出せます。倒したら軽くなりますよね。3連リードも突破。宙返りしているようで、あくまで水平移動です。逆にすごい技術なのでは。このルークで1両目と2両目に隙間が生まれます。最終的には揃う、不思議。さあ、このステージも終盤に入りました。この雲は乗ると目線の方向へ動きます。この落下する雲をうまく対処したい。右に進み出したら一安心。ここはリズムよく行きましょう。難関を突破、ボス戦が近いですね。またもやタスさんの影響、ノーマルにしてますね。自身のエイム力のガバさに気づいていません。今回のボスは、鶏さんです。ヘナチョコ。自分の無能さに早く気づくんだ。偶然だけど、一発当てた。2度目の負傷で気持ちを切り替えたか。ここからホーミングで戦えます。適当にばらまけば当たる。最高やで。一方、火力は低いので、たくさん当てる必要があります。今のは必要のないジャンプでした。対戦ありがとうございました。なんとか撃破。こんなに苦戦するボスではない。最初からホーミングを使うべきでした。この炸裂弾も強力な技です。爆風にもダメージ判定があるので、火力は随一。さあ、阿弥陀くじの時間がやってまいりました。今回はびっくり骸骨ですね。既視感があるかと思いますわ。要するに、黒ひげ危機一発ですね。どうでもいい話ですわ。紙ではなくて、発なんですね。本来の四字熟語は紙が正解なんですけど、黒ひげの場合は、発が正解のようです。一発で飛び出る、みたいなニュアンスなのかしら。雑談してたら全部刺さりました。すごい。おそらく全部刺せたのは初体験です。残機が10増えて一気に楽になりました。調子に乗っていたら、やっちまったぜ。今回はここまでです。次回は海、そして雪のステージが登場予定。また次の動画でお会いしましょう。